この風の時代一発目のもう最初で最後の宇宙元旦ですけれども、何をどうすればいいのかっていうところですね。今日は3つのことをお伝えします。あらゆる偏りが取れて奇跡が起きるエネルギーの状態なんですね。太陽のエネルギーを頭頂のと言われているところから取り込みます。皆さんこんにちは、サンリンです。今日もありがとうございます。いよいよ明日、皆さん待ちに待った宇宙元旦が来ます。3月の2回目の大開運日、風の時代一発目の宇宙元旦、1年で一番宇宙のエネルギーが高くなる日ということでお知らせしてきました。明日何をすればこれから1年間運に味方されて、風の時代の追い風に乗って願ったことが急激に叶ったり、長年の悩みから解放されたり、自分史上一番幸せで豊かな状態になれるのか、これを包み隠さずお伝えします。でその前に、そもそも宇宙元旦って何なのかをもう一度おさらいしましょう。古来から続く占星術の世界では、今の時代でいう1月1日ではなくて、春分の3月20日前後、つまり太陽がお羊座に入る瞬間のエネルギーを読み解いて、そこから1年間がどんな年になるのかを占ってきました。それで去年12月22日から風の時代に入った時代がこれからどんどん変わっていくと、もともと何年も前から風の時代という言葉を使うかどうかは別としてそういうことが言われてきましたけれども、これも占星術的に言うと春分点が魚座から水亀座に移動するタイミングだったからなんですね。それでその年周辺はどんなことが今起きているのかっていうと、これはもう皆さんご存知の通り、ウイルスの蔓延で大きなシフトが全世界的に起き始めたし、今もその最中にいますよね。歴史的なイベントが起きていますよね。だからやっぱり天体の位置関係に合わせて行動を選択していくことはバカにできないと思っています。これは以前の動画でも話しているので細かいところは割愛しますけれども、僕も自分の人生を実験台にしてこの天体の動きに合わせた行動を去年1年心がけることで、多くの方が不自由を強いられていた去年、むしろ今までよりも物質的にも精神的にも自由になって13年越しの夢も叶えています。だから皆さんにもこの在り方を整えるっていうこととともに、天体の位置関係を参考にした開運アクションについてはお伝えしていきたいと思っているんですね。ということで話を明日の宇宙元旦に戻します。明日3月20日はいよいよこの風の時代一発目のもう最初で最後の宇宙元旦ですけれども、何をどうすればいいのかっていうところですね。今日は3つのことをお伝えします。まず今日お伝えすることは、明日3月20日の18時37分以降にやってください。その理由は太陽がお羊座に入るタイミングがこの時間だからなんですけれども、じゃあ早速宇宙元旦にやること順番に1つ目からいきたいと思います。まず1つ目は塩風呂に入るっていうことです。この使う塩については食卓塩じゃなくて岩塩でもなくて海水塩をできる限り使われるといいです。これは有名な話なんですけれども、海水にはエネルギーをきれいにして浄化する機能があります。例えばパワーストーンの浄化なんかも塩でやる人が多いと思うんですけれども、これを宇宙元旦の夜、3月20日の夜にお風呂に塩を入れてやってみてください。これはどういう意味があるのかっていうと、前の動画でもお伝えしたんですけれども、春分の日は昼と夜の時間が同じ長さになるので0ポイントのエネルギーになるんですね。これ陰と陽が同じ量になるっていう意味なんですけれども、ニュートラル、ゼロのエネルギーの状態っていうことです。このニュートラルとかゼロポイントっていうのはスピリチュアルのことを長く勉強されている方であればご存知だと思うんですけれども、あらゆる偏りが取れて奇跡が起きるエネルギーの状態なんですね。それでこの塩に浸かると全ての不要なエネルギーが浄化されて洗い落とされます。つまり自分自身のエネルギーもゼロに近づくっていうことなんですね。なので明日の18時37分以降に塩風呂に入ると、そのゼロのエネルギー状態に近い自分になってまっさらな状態で1年を迎えることができるっていうことです。それで特に日頃から不要なエネルギーに影響されているような気がする方は、お風呂に入るときにやってほしいことが一つあります。それは塩を片手いっぱいに取ってこんな感じで首の後ろに塩を当てるっていうことです。で、しばらく5分くらい首の後ろに塩を置いて、それで使った塩はお風呂に入れずに全部洗い流してください。このマイナスのエネルギーを吸ってくれているんで再利用しないっていうことですね。でこんな感じで塩風呂に入ってみてください。それでこんな感じで自分を浄化してからやっていただきたいことがあるんですけれども、それは2つ目ですね。2つ目は今年というか来年の3月20日までの1年の抱負を書き出しましょう。これも新月の願い事と同じように A4 サイズ以上の紙にあなたの好きな色で書いていただきたいんですけれども、
抱負は願い事とは違うっていうところ、これは一度確認しておきたいところです。願い事っていうのは願っていることの結果も書くっていうことがありますよね。例えば自分のお店の売り上げをいくらくらいにしましたとか、こういう素敵な人と出会ってお付き合いすることになりましたとか、ある程度自分にはコントロールできない領域のことも含めて書くじゃないですか。でも抱負ってちょっと違うんですよね。抱負っていうのはあくまでどういう自分になるかっていうところ、この一点です。自分自身にのみ意識を向けるっていうことなんですね。じゃあどういうものになるのかっていうと、例えばこういうことです。僕もしくは私誰々、これはあなたのフルネームですね。僕だったら私三輪聡は毎日感謝できることを10個数えましたとかね。私誰々は週に3回ブログを書きましたとか。私は毎日周りの人を必ず1日に1回は褒めましたとかですね。要はあなたが叶えたい夢や願いがあったとして、それに対してあなた自身ができることを過去形で書いていくっていうことです。あともう一つのパターンとしては、こういう自分になりました、こういうあり方になりましたっていう書き方。例えば私誰々では全ての物事に感謝できる自分になりましたとか、私は全ての人を心から応援できる人になりましたとか、私は自分のことを心から愛する自分になりましたとかですね。極力自分以外の誰かの行動や状態に左右されないものの方が抱負としては望ましいということです。とにかく極力自分の行動もしくは自分の在り方のみを書く。自分自身に集中する。あくまで自分の行動や自分自身に集中するといいのかなと思います。それでどういうテーマで書けばいいのかというと、それはやっぱり風の時代のコンセプトに合ったものであるといいと思います。共存共生とか自由とか協力し合うこととか、自分だけじゃなくて他人の幸せにも貢献するようなこと、あとは豊かさを独り占めするんじゃなくて循環するようなことですね。例えばあんまり書いていただきたくないのは、他人を蹴落とすことだったり、他人に競争で打ち勝つとか、誰か自分にとって気に食わない人に天誅を下すとかね、誰かの不幸を祈るみたいなこと、そういう競争とか誰かや何かを否定したり傷つけるようなエネルギーで出てくるような発想は風の時代には合わないので書かないでおいていただいて、ここはなんとなくこういうモードで書いてくださいねっていうことなんですけれども、自分自身の幸せや満足感にフォーカスをして、そしてやっぱり共生共存の精神で、例えば一握りの人しか幸せになれなくて、だから自分が誰かを蹴落として頂点に立つんだというようなことじゃなくて、一人一人が尊重されて幸せな時代になっていくんだっていうこと、そういうイメージをしていただきながら、自分にも他人にも地球にも優しい気持ちで書いていっていただきたいですね。もうこれ本当イメージでいいんで、時々目をつぶって世界がどんどん優しく良くなっていく、そういったことをイメージしながら自分の抱負を書いていただくと、風の時代に合った素晴らしい抱負が書けるんじゃないかなと思います。それでこの抱負はだいたい10個くらい書くといいんじゃないかなと思います。はい、ということで明日やること2つ目は抱負を書くっていうことですね。はい、それでは明日宇宙元旦にやること3つ目。3つ目は東枕で寝るっていうことです。明日は塩風呂に入って抱負を書いたら東枕で寝るようにしてください。でこれは毎年春分ってそうなんですけれども、太陽が真東から昇るんですね。なので20日の夜は東枕で寝ると、翌朝真東から昇る太陽のエネルギーを頭頂の第7チャクラと言われているところから取り込みますので、東枕で寝るようにしてください。はい、ということでこの宇宙元旦以降どんどん良くなっていくために明日やることを順番にお伝えしました。まずは塩風呂に入ること。やってみたことない方は首の後ろに塩を持ってみてください。これもすごく心地いいです。で、2つ目が風の時代に合ったイメージで抱負を書くこと。そして3つ目は東枕で寝ること。ということで明日の宇宙元旦、今年一番と言ってもいいくらい大切な日ですので、ぜひ素晴らしい一年にするために一緒に今日お伝えした過ごし方をしましょう。もしよかったら今日中にこの動画のコメント欄に明日の抱負の下書きとして1個2個あなたの抱負を書き込んでみてください。もちろん聖書は塩風呂に入ってからがいいと思いますけれども、コメント欄に書いていただくのもいい練習になるんじゃないかなと思います。それでは今日お伝えしたいことは以上です。今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。あなたの大成功をお祈りしています。